皆さん、こんにちは。本日は、身近なものを科学すると題しまして、私たちの日常生活に隠れた科学の不思議について、じっくりと深く釣りしてお伝えしていきます。科学と聞くと、実験室や難しい数式を思い浮かべるかもしれませんが、実は私たちの生活そのものが化学反応の連続なのです。お風呂場、キッチン、そして私たちの体の中で起きている現象を、科学のメガネを通して覗いてみましょう。これを聞けば、明日からの景色が少し変わって見えるかもしれませんよ。それでは、最初のトピックです。毎日使う洗剤や石鹸、皆さんはどのように使い分けていますか？汚れを落とすなら、食器用洗剤で髪を洗ってもいいんじゃない、なんて思ったことはありませんか？実はこれ、科学的に見ると、混ぜるな危険ではありませんが、洗うな残念な結果になってしまうんです。洗剤の主役は、界面活性剤という成分ですが、これが洗う対象によって全く異なる設計になっていることをご存知でしょうか？例えば、シャンプーと食器用洗剤の違いを見てみましょう。食器用洗剤は、お皿についた牛脂や豚脂のような、冷えると固まってしまう頑固な油汚れを落とすことに特化しています。そのため、洗浄力が非常に強く、脱脂力の高い界面活性剤が使われています。もしこれで髪を洗ったらどうなるでしょう？髪の毛に必要な油分まで根こそぎ奪い取ってしまい、髪はバサバサ、頭皮は乾燥して悲鳴を上げてしまいます。一方、シャンプーには、髪の汚れを落とすだけでなく、ある重要な化学的仕掛けが施されています。それは、カチオン化ポリマーという成分の配合です。髪の毛は濡れるとマイナスの電気を帯びる性質があります。そこに、プラスの電気を持ったポリマーが吸着することで、髪の表面を保護し、摩擦を防いで指通りを良くしているのです。食器用洗剤には、もちろんこんな成分は入っていません。次に、ボディーソープはどうでしょうか？肌の表面には、角質層というバリア機能があり、その中にあるセラミドなどの脂質を守らなければなりません。そのため、ボディーソープは洗浄力を適度に抑えたり、洗い流した後に保湿成分が残るような工夫がされています。特に面白いのが、石鹸系のボディソープです。石鹸は、水に含まれるカルシウムなどのミネラル分と反応して、金属石鹸というカスを作ります。カスと聞くと悪いイメージがありますが、実はこれが肌に適度な潤い感を残す役割を果たしていることもあるんです。そして、お風呂掃除用の洗剤にも科学の知恵が詰まっています。お風呂の浴槽や桶につくザラザラした汚れ、あれは、湯垢ですが、正体は先ほどお話しした、金属石鹸や皮脂汚れです。金属石鹸は水に溶けにくい頑固な汚れですが、ここには、キレート剤という成分が活躍します。キレート剤は、汚れの中にある金属イオンをカニのハサミのように挟み込んで捕まえ、水に溶けやすい形に変えてしまうんです。まさに、科学的な妖怪マジックですね。こうして成分を見てみると、それぞれの洗剤が、洗う相手の科学的な性質に合わせて、実に精密に設計されていることがわかります。さて、次は季節のお話です。冬になると、なぜ空気はあんなに乾燥するのでしょうか？太平洋側は山を越えた風が吹くから、という地理的な理由は有名ですが、科学、物理科学の視点で見ると、もっと根本的な理由が見えてきます。キーワードは、飽和蒸気圧です。空気というスポンジが、どれだけ水という水蒸気を含めることができるか、その限界量は、温度によって劇的に変わります。暖かい空気はたくさんの水分を含むことができますが、冷たい空気は少しの水分しか含むことができません。冬の太平洋側には、シベリアから冷たく乾いた空気が流れ込みます。この時点で、空気中の水分量、絶対湿度はとても少なくなっています。この冷たい空気を室内に取り込み、暖房で20度、25度と温めるとどうなるでしょうか？温度が上がると、空気というスポンジは巨大化し、もっと水を含めるぞ、という状態になります。つまり、飽和水蒸気量が急激に増えるのです。しかし、加湿器を使わなければ、空気中にある実際の水分量は変わりません。入れる器だけが大きくなって、中身が増えない。これが、相対湿度が極端に下がる理由です。結果として、私たちの肌や喉から水分が奪われやすくなり、乾燥すると感じるわけです。逆に、窓ガラスの結露はこの逆の現象です。室内の暖かく湿った空気が、冷たい窓ガラスに触れると、その部分だけ急激に冷やされます。すると、空気のスポンジが縮小し、抱えきれなくなった水分が、水滴として溢れ出します。これが結露の正体です。この、露天温度という、水滴に変わる温度を知ることが、結露対策の第一歩なんですね。続いては、視力を矯正する、コンタクトレンズの科学です。プラスチックのレンズを目に入れて、なぜ痛くないのでしょうか？そして、なぜ目は窒息しないのでしょうか？実は、角膜、黒目には血管がなく、涙を通して空気中の酸素を直接取り込んで呼吸をしています。ですから、コンタクトレンズにとって最も重要なのは、
酸素を通すことです。昔のソフトレンズは、ハイドロゲルという、水をたっぷり含んだ素材で作られていました。水が酸素を運んでくれるので、水を多く含めば含むほど酸素を通しやすかったのです。しかし、これには限界がありました。水分を多く含むレンズは、乾きやすく、乾燥すると今度は目から涙を奪おうとしてしまうのです。そこで登場した革命児が、シリコーンハイドロゲルです。シリコーンは、台所用品などでもおなじみですが、酸素を非常によく通す性質を持っています。この素材を使うことで、水に頼らず、素材そのものが酸素を通すことができるようになりました。その酸素透過率は、従来品の数倍から数十倍にもなります。おかげで、目の乾燥を抑えつつ、裸眼に近いレベルで酸素を届けることが可能になったのです。ただし、シリコーンには、油汚れ、脂質がつきやすいという欠点もありました。これを克服するために、各メーカーはレンズの表面をプラズマでコーティングしたり、潤い成分を閉じ込めたりと、ものすごい科学技術を注ぎ込んでいます。あの小さなレンズの中に、最先端の高分子化学が凝縮されていると思うと、つけるときに少し感動しませんか？次は、今や生活に欠かせない、液晶テレビの仕組みです。液晶とは、液体と固体の中間のような不思議な状態にある物質のことです。液晶テレビの画面を拡大していくと、赤、緑、青の小さな光の点が無数に並んでいるのがわかります。液晶自体が光っているわけではありません。実は液晶は、後ろにあるバックライトの光を通したり、遮断したりする、シャッターの役割をしているんです。このシャッターの開け閉めをコントロールしているのが、偏光という光の性質です。液晶パネルは、2枚の偏光板というフィルターで挟まれています。このフィルターは、特定の方向に揺れる光しか通しません。液晶分子は、電圧がかかっていない状態では、ねじれた螺旋階段のように並んでいます。光はこの階段に沿ってねじれながら進むので、フィルターを通り抜けることができ、画面は明るくなります。ところが、スイッチを入れて電圧をかけると、液晶分子が、気をつけ押したように垂直に整列します。すると、光はねじれずにそのまま直進しようとしますが、出口のフィルターにブロックされて通れなくなります。これで画面が暗くなるのです。この、光のシャッターを、1秒間に何十回、何百回と超高速で開け閉めすることで、私たちは美しい映像を見ることができているのです。まさに、分子レベルのダンスが映し出す芸術ですね。さて、少し話題を変えて、食べ物や薬の話をしましょう。よく、天然成分だから安心、人工、合成だから危険という言葉を耳にしませんか？科学者の視点から言わせていただくと、この区別はあまり意味がないことが多いのです。例えば、ビタミン C。レモンに含まれる天然のビタミン C と、工場で合成されたビタミン C。これらは化学構造式で見ると、完全に同一の物質です。私たちの体の受容体は、それが畑で採れたものか、工場で作られたものかを見分ける名札なんて持っていません。同じ形をしていれば、同じように吸収し、同じように働きます。ただし、例外もあります。ビタミン E のように、天然型と合成型で、共造異性体と呼ばれる、右手と左手のような関係のものが混ざってしまう場合は、働きに差が出ることがあります。しかし、多くの物質においては、天然善、人工悪という単純な図式は成り立ちません。むしろ、天然物にもトリカブトやフグ毒のような猛毒が存在しますし、人工物でも厳密に管理されて安全性が高いものはたくさんあります。由来よりも、物質そのものの性質を見ることが大切ですね。これに関連して、甘味料の話も興味深いですよ。ダイエット飲料などに使われる、人工甘味料。アスパルテームやスクラロスなどが有名ですが、カロリーゼロの魔法の裏側には、やはり科学的な理由があります。私たちが甘さを感じるのは、下にある、甘み受容体という鍵穴に、甘み成分という鍵がはまるからです。砂糖はこの鍵穴にぴったりはまる鍵なのですが、人工甘味料は砂糖とは全く違う形をしているのに、なぜかこの鍵穴にカチャリとはまる、あるいは強引にスイッチを押してしまう、マスターキーのような存在なのです。しかも、その結合力は砂糖の数百倍。だから、ごく微量で強烈な甘さを感じさせることができるのです。微量で済むからカロリーもほとんどない、というわけです。しかし、安全性については様々な議論があります。例えばアスパルテームは、体内で分解されると、フェニルアラニン、アスパラギン酸、そして有毒なメタノールになります。毒が出るのと驚かれるかもしれませんが、実は野菜ジュースを飲んでも体内では微量のメタノールは発生します。問題は量です。通常の摂取量であれば速やかに代謝されますが、過剰に摂取した場合のリスクや、腸内細菌への影響、味覚が鈍化して逆にもっと甘いものを欲してしまう、依存性なども指摘されています。人工だからダメと切り捨てるのではなく、こうしたメカニズムを知った上で、上手に付き合っていくのが賢い選択と言えそうですね。
次は、家庭内で最も気をつけなければならない化学反応、酸とアルカリについてです。お風呂用洗剤のボトルに書かれた、混ぜるな危険の文字。これは決して大げさな脅しではありません。具体的には、塩素系漂白剤と酸性タイプの洗剤を混ぜることがタブーです。塩素系漂白剤の主成分は、次亜塩素酸ナトリウムというアルカリ性の物質です。ここに、トイレの黄ばみ落としや、お風呂の水垢取りに使われる、酸性洗剤、塩酸などが混ざると、一瞬で化学反応が起きます。次亜塩素酸イオンが酸と反応し、第一次世界大戦でも化学兵器として使われた猛毒の塩素ガスが発生してしまうのです。化学反応式で書くとシンプルですが、実際に起きると、目や喉の激痛、呼吸困難、最悪の場合は死に至ることもあります。わざわざ混ぜたりしないよと思うかもしれませんが、排水口の中で前の洗剤が残っていて、そこで混ざってしまうという事故も起きています。酸性のクエン酸やオスを使った掃除の後に、カビ取り剤を使うのも同じく危険です。この化学反応は、命に関わる知識として、ぜひ心に刻んでおいてください。一方で、酸とアルカリを上手に使えば、掃除の達人になれます。油汚れや手垢などの酸性の汚れには、重曹やセスキ炭酸ソダなどのアルカリ性をぶつけて中和分解する。水垢や石鹸カス、トイレの尿石などのアルカリ性の汚れには、クエン酸などの酸性で溶かす。敵の性質を知り、反対の性質を持つアイテムで攻める。これが掃除科学の極意です。最後は、子育て中の方には馴染み深いかもしれません。哺乳瓶の消毒液、洗浄液の使用期限についてです。ミルトンなどの次亜塩素酸ナトリウムを薄めた液は、なぜ、24時間で交換しなければならないのでしょうか。まだ綺麗に見えるし、もったいないから2日使っちゃおうかななんて思ったことはありませんか。実はこれには、次亜塩素酸ナトリウムの分解しやすさという科学的な理由があります。この成分は、殺菌力が強い反面、非常に不安定なんです。特に弱点なのが、光と有機物です。直射日光に含まれる紫外線が当たると、数時間で分解されてただの塩水になってしまうこともあります。室内灯ならある程度持ちますが、それでも徐々に力は落ちていきます。そして何より、哺乳瓶に残ったわずかなミルクのカス、タンパク質などの有機物と反応すると、その瞬間に殺菌成分が消費されて消えてしまいます。目に見えない汚れと戦って、消毒液自身も討ち死にしていくわけです。メーカーが定めている24時間というのは、こうした光による分解や、何度か哺乳瓶を出し入れして汚れが混ざっても、ちゃんと殺菌力を維持できるギリギリのライン、安全マージンを計算した時間なのです。ですから、24時間という数字は単なる目安ではなく、赤ちゃんの安全を守るための科学的な保証期間なんですね。いかがでしたでしょうか。シャンプーの成分から、テレビの画面、そして命を守る洗剤の知識まで。私たちの身の回りにあるものはすべて、原子や分子が織りなすドラマの上に成り立っています。なぜ、という疑問を持って周りを見渡せば、普段の何気ない生活の中に、教科書よりも面白い科学の世界が広がっていることに気づくはずです。今日の話が、皆さんの生活を少しだけ便利に、そして安全にするヒントになれば幸いです。それでは、またお会いしましょう。